だからもう大前提として農家ってもう絶対一人でできない。一般の人が農地を普通に借りたりできないんよね。農家にとっての人脈って本当に出会い、もう地域の人。ああ、なるほど。絶対必要なのがコミュニケーション能力やね。確かに。人との出会いなくして農家はスタートできない。はい。ということで、まあ新年明けましておめでとうございます。あ、明けましておめでとうございます。今日はなんか新しいこうシリーズがあるということで、呼んでいただいたんですけれども、はい。早速発表お願いします。はい。新しいシリーズ、はい、発表します。農業で失敗しない〇〇シリーズということで、はい、農家になりたいねんけど、まず何したらいいかって結構たくさんの方が悩んでらっしゃると思うよね。はい、けどその農家になってからもやっぱりすぐ成功したいとか、失敗したくないみたいな気持ちって皆さんたくさん持ってらっしゃって、はい、じゃあ僕が今まで経験した中でこれを抑えとけば失敗するリスクは少なくなるよっていうのをこれからちょっと動画で皆さんにお話しできればと思ってます。あ、なるほど。じゃあいろんなこうなんていうんですかね、テーマに沿って失敗しない〇〇を、まあお話ししていただけると。そうです。いいですね。めちゃくちゃ有益ですね。なんか成功するためのというよりは、どっちかというと失敗しないためのっていう。だからセオリーはやっぱあるよね。農家にとってこれしたら成功するよっていう。でもね、結構成功するって自然の影響とかいろんな影響ありきで成功なんで、そこを目指すっていうのはね結構再現性が低かったりする。なるほど。でも、失敗ってどんな状況でも共通点があるんで、それを排除するだけで成功する確率上げていこうぜっていうシリーズです。なるほどなるほど。めちゃくちゃ良さそうなことが聞けそうですね今日は。はい、わかりました。じゃあ今日第1回ということで、今日のテーマは何でしょうか？はい、農業で失敗しない人脈ということで。人脈。一発目が人脈ですか？そうですね。はい。まあ結構農家になる時って、お金どれぐらいかかりますかとか、どんな野菜育てたらいいですか、まあこんな質問たくさん来るんですけど、僕がまず第一に考えた方がいいのが人脈だと思ってるんですよ。人脈。で人脈って言われるとなんかイメージ的にはちょっとビジネスチックに名刺交換とかしたりとかして「あ、すいません」確かにまあ例えばお金たくさん持ってる投資家さんに出会うとか、なんやろね、すごい権力者に出会うとか、なんかそういう人脈を思い浮かべがちなんだけど、農家にとっての人脈って本当に出会い、もう地域の人。ああ、なるほど。でこれがめっちゃ大事だけど、農家になる人、特に移住しますとか、都会から田舎に来ますっていう人がちょっと忘れがちなポイントなんね。だから僕が思うのはお金とかよりまずそこが大事。へえ、なるほど。でこれをまあ詳しく、説明するとね、農家ってそもそも、まあ、野菜を育てたりお米を育てたりして、まあ、生計を立てるというか、収入があってそれで生活していくんやけど、なんかこう田舎でスローライフで、しかもなんか一人でもコツコツできちゃうみたいなイメージも持ってらっしゃる方いらっしゃるかもしれないんだけど、実は農家って全然一人でできなくて、いや例えば、都会から田舎に来ますと土地どうするのっていう話ね。でこれ農家ってすごい特殊なこうしがらみに守られてるというか、昔ながらのいろんな風習とかまあ、法律とかがあって、一般の人が農地を普通に借りたりできないんよね。あ、そうなんですか。そうだからまずその時点で土地がないとやっぱり野菜作りもお米作りもできないから、土地を借りるのにもまず人を介さないと借りれないと。あ、そうなんですね。そうじゃあ例えば倉庫欲しいなと。
さすがにこんな空の下で出荷の作業とかできひんし、雨降ったらどうすんのっていう問題があるんで、ちょっと倉庫借りたいとか思った時に、倉庫ってどうやって借りるのみたいな。確かに確かに。農家に適した倉庫って何とかね。はそれ情報が必要ない。い。じゃあネット調べたら出てくるかっていうと全然出てこない。倉庫の貸し物件はあったとしても、はい、じゃあ自分が借りてるところからの距離感とか、これでいいの悪いのって聞く人もやっぱ必要だし。なるほど。だから農家って本当に一人で何もできなくて、水やりってよくするやんね、はい、農家って。あれ水道水使ったら月にいくらかかるとか計算したことある？いやないですないです。僕もないんやけど、はい、とんでもない量の水を使うんで、ね、そんな水道水なんか使ってられないと、はい、じゃあどうするんですかっていう話になると、例えば地域の用水路を使うとか、ため池の水を使わせてもらうとかっていうのが必要なんだけど、そこの水を使うには、はい、やっぱり人との付き合いとかがないと、そこのグループとか、はいはい、組織に入れてもらえなかったりとかっていうのがあるよね。だからもう大前提として農家ってもう絶対一人でできない。なるほどなるほど。なので出会いっていうのはもう必須になってくる。はあ、いやーなんかてっきりなんか一人で行って、まあその土をいじって、なんかゆっくりできるイメージがあったんで、それ意外だなっていうのと。そうやね。はい。まあ実際じゃあそのめちゃくちゃ大事っていうのは分かったんですけど、どうやってこう出会えばいいんですかっていうところ。そこやんな。そこやんな。いやいや、私都会で今ビルの5階でパソコン作業してますと、はい、でも農業に興味あるんですっていう人が、じゃあどうやってその人脈を作るかっていうのがもうめちゃくちゃ重要なポイントで、2パターン僕はあると思ってて、はい、まず1個のパターンは、いやいや都会で仕事してるけれども実は僕田舎出身なんですよと、淡路島出身だけど今東京で仕事してますって、はい、でしかも実家が農家ですとか親戚のおじさんが農家ですっていう方は割と近くに農家っていう人がいるっていうパターンはね、はい、結構早い。田舎に帰っておじさんに聞いて、はい、いや僕農業興味あるんです、どうやったらできるやろうか、じゃあこの地域だとこんな感じで土地とか借りていけるんじゃないとか、地主さん紹介してあげるよとかね、まずそういうこうちょっとコネクションがあると、はい、いやいや僕縁もゆかりもないんですと、田舎にはまあ家はあるんだけど、はい、農家とかではないんですとかね、もうそもそも都会で生まれて育ちましたみたいな人、ここが結構ポイントやと思うね。そうですよね。でそういう人はじゃあどうするかっていうと、まず僕地域を見つけるっていうのがすごい大事だと思うね。農業する上で、はい、ここの地域好きとかね、まあ例えば今淡路島に根市は移住してきてるやん、はい、なんか淡路島好きやなとかね、まずその好きな地域を見つけるってめっちゃ大事なことやと思う。で農家って、まあ、農業ってすっごい地域との関わりが濃くてね、まあそれこそ水路掃除は地域みんなでやりますせとかね、水路って言っても高いところから低いところに水流れてくるやん、で結局みんなで同じ水をシェアせなあかんねんな。確かに確かに。だったらちょっと仲良くなって、はい、うまく水の融通し合えたりっていう、こういうことがすごい頻繁に起こるから、地域との関わりがめっちゃ強い。なるほど。でその時に自分この地域の雰囲気が好きとか、ここの景色が好きとか、なんかそういうところじゃないと馴染みにくいやん。確かに。だから、はい、こういやいやもう全然農家に縁もゆかりもないんですっていう人は、まずもう自分の行った旅行先であの風景好きだったなとか、ちょっとネットで検索してこのなんか畑の風景めっちゃ好きやみたいなところに一回行ってみて、僕農家さんに喋りかけるのが一番いいと思うよね。いやそうなんですね。もういきなり行ってね、その肌感覚で実際ほんまに農業してる人の雰囲気とかを見るとかっていうのがめっちゃ大事やと思ってて、とかあと最近だと、インスタとか、SNS で発信されてる農家さんでこの農家さんおもろいわと思ったら、ちょっと DM 送ってみるとか、ちょっと農業興味あるんですけどっ
見に行っていいですかとかね、なんか体験とかしてますかみたいな、なんかそういうまずは好きな地域とか好きな農家さんをなんか選んでいろいろ見てみるっていうところから始めるのがもう僕一番いいと思う。なるほど、じゃあ実際自分の肌感覚が合う場所で農業をやるべきっていう、そうなるほどなるほど。はいはい。でそれができるとやっぱり肌感覚が合うなここって思った時にちょっと人に話しかけてみて、あ、すごいなんかいい人だったわ、じゃあまた次の休みの日に遊びに行きますねみたいな。で出会いって行動の量やと思ってんねんな。まあこれは農家になりたい人でなくてもそうだと思うんやけど、行動すればするほど出会いって生まれるから、その中であ、この地域好き、この人好き、あ、この人好きやからこの移住してみようかなとかね、なんかそういうのを繰り返して、まあ、いくつか自分が回ってみて、あ、ここいいかもっていうところをまず見つけるっていうのが大事かなと思います。はいはい。じゃあいきなり行くっていうよりは、まあいくつか見てみたりとか、そういろんなとこ行って、もう決めるって方がいいっていう。絶対いいと思う。なるほど、わかりました。じゃあ最後に今日のこう総まとめ的なところをちょっと一言お願いします。そうやね。まあ失敗しないための人脈っていうのはほんまに、出会いやったり縁やったりっていうことで、農家はただただこうちょっと都会に疲れて田舎に行ってゆっくりしたいなって思っても絶対必要なのがコミュニケーション能力やね。確かに。こう地域とうまくやるとか土地を借りれるとか仲良くなって野菜もらえるかもしらんとかなってくると、生活費まで浮いてくるとかいろいろ考えると、もう人との出会いなくして農家はスタートできないということで、お金よりも何よりも人にたくさん会って農家のスタートラインに立ちましょう。はあ、いや深い話を今日はありがとうございました。一発目何かの参考にしていただければめちゃくちゃ嬉しいです。はい、じゃあ今日もありがとうございました。はい、ありがとうございます。